回はルアー用のフィニッシングモーターと UV ライト設置台です。エポキシなどのコーティング乾燥用の回転台です。本体は赤松材で、これにシンクロナスモーターなどを取り付けます。ルアーを保持する部分はステンレスバネ線、カーボンパイプなど。ライト設置台はバルサ材とアルミテープが主材料です。まずこれの材料、本体用の木材を切り出します。本体は3個の赤松材が必要なので、必要な長さに切断するためにシャープペンシルでマーキングします。幅 60mm、厚さ 30mm の赤松材を糸の小判で切断します。長さ 300mm の底板1つと 70mm の側板2つを切り出します。本体材料の切り出し完了です。シンクロナスモーターと電源コードをスイッチに接続します。リード線の被覆を剥がしてプラスドライバーで締め付けるだけです。裏蓋をつけたら完成です。動作テストはしておきましょう。3D プリンターを使ってプラスチック製の部品を印刷します。使っているフィラメントは ABS です。本来ならアルミニウムか木材を旋盤加工して作った方がいいのですが、手軽なので 3D プリンターで印刷しています。こんな感じです。アートナイフとドリルを使って印刷物のバリ取りと修正をします。3mm と 4mm の平行ピン、1mm のステンレスバネ線が所定の穴に入るようにしておきます。この段階ではどれが何に使う部品かさっぱりわからないと思いますが、おいおいわかりますので、とりあえず修正していきます。修正後はそれぞれのピン、バネ線が取り付け穴に入るか確認しておきます。修正が終わるとこんな感じです。ルアー保持部分のカーボンパイプを切り出します。カーボンパイプは外径 13mm と 15mm で肉厚 1mm です。切断箇所にマスキングテープでマーキングし、ダイヤモンドカッターで切断していきます。切断のついでにダイヤモンドカッターの平面部分で単面を仕上げます。13mm のカーボンパイプは長さ 88mm を、15mm のカーボンパイプは長さ 104mm と 27mm の2つを切り出します。切り出し終わるとこんな感じです。長く切り出した2つのカーボンパイプを組み合わせ、スライドで長さの変更ができるルアー保持部分の追従側に使います。短いものはシンクロナスモーターに取り付ける駆動側に使います。線形 1mm のステンレスバネ線を加工し、追従側のフックを作ります。丸ペンチとペンチを使って U 字型に曲げていきます。片側の曲げ加工が終わったら、組み合わせるプラスチックパーツに当てて留め部分の曲げ位置を決め、ペンチで90度の曲げ加工をします。この時 U 字曲げと90度ひねった方向に曲げ終わったら 4mm ほど残してワイヤーカッターで切断します。続いて駆動側を加工します。端を長めに残して U 字曲げします。ワイヤーカッターで2本のバネ線が同じ長さになるように切断し、2本のバネ線を同時にペンチで加え90度曲げます。最後に S 字フックを作ります。丸ペンチで大体の形に曲げ、ワイヤーカッターで邪魔になる部分を切断します。ペンチをひねるように使って2箇所の曲がりを強くします。余分な部分をワイヤーカッターで切断したら S 字フックの完成です。ステンレスバネ線の加工終了です。平行ピンを加工します。駆動側となる 3mm の平行ピンを 11mm に切断するためにノギスで測定し、マジックでマーキングします。結構いい加減で大丈夫です。追従側の平行ピンは 4mm です。
追従側は 8mm と 10mm の2個必要になるので、マーキングも2箇所です。こちらもノギスで測定し、マジックでマーキングします。3mm 同様に寸法精度はあまり必要ありません。マーキング完了です。3mm の平行ピンをペンチで挟み、ダイヤモンドカッターで切断します。切断の摩擦熱で平行ピンは高温になります。必ずペンチやバイスに挟んで切断してください。ペンチだと不安定なので、バイスに固定がおすすめです。ある程度切れ込みが入ったら、冷えるのを待ってから折って切断し、単面をダイヤモンドカッターの平面部分で仕上げます。続いて 4mm の平行ピンを切断します。基本的には 3mm の平行ピンと同様ですが、片側から切断するには太く、切削しにくいので、ダイヤモンドカッターを当てる位置を変えながら切断していきます。中央に少し残っている状態でダイヤモンドカッターによる切削を終わり、冷えるのを待ってから折って切断、単面をダイヤモンドカッターの平面部分で仕上げます。4mm の平行ピンでは切断した2つの平行ピンの両方を使うので、2個の平行ピン両方の単面をダイヤモンドカッター平面部分で仕上げます。この時切断時と同様にペンチなどで平行ピンを挟んで切削します。切断した平行ピンにはバリがあります。このままでは組み立ての障害になるので、平行ピンをドリルドライバーに加えて、ダイヤモンドヤスリでバリのあるエッジ部分にヤスリかけし、面取りします。この方法で面取りをする場合、片手でドリルドライバーを操作し、もう片方の手でヤスリかけすることになります。不安定になるので十分気をつけてください。危険と感じたら無理はせず、ヤスリをバイスなどで固定して、両手でドリルドライバーを持って削ってください。使用部品の製作・加工が終わったので、本体の製作に戻ります。120番のサンドペーパーで切り出しておいた本体素材の切断面をサンディングしてから、本体素材へ穴開け開始位置のマーキングをします。側板は 70mm の辺の中心にマーキングを入れます。中心線のマーキングは2つの側板の両方に入れます。続いて底板にマーキングを入れます。底板のマーキングは 60mm の辺の中心で、端側だけで大丈夫です。底板の最も長い辺の端から 15mm にノギスで毛書きをし、毛書きに沿ってマーキングします。15mm のマーキングができたら、60mm の辺から 15mm のところに毛書きを入れ、毛書きに沿ってマーキングします。このマーキングは4箇所入れておきます。側板の底板と接合する面に 30mm 幅の中心線を毛書き、毛書きに沿ってマーキングします。70mm 幅の中心線から 15mm ずつのところにマーキングし、30mm 幅の中心線との交点を書き込みます。このマーキングも2つの側板に行います。マーキングできるとこんな感じです。これは底面と組み合わせる際のネジ穴になります。底面と組み合わせる面の逆側から 22mm のところに毛書きを入れ、マーキングし、中心線との交点を記入します。この交点がベアリングとシンクロナスモーター主軸の取り付け中心です。中心からベアリング径よりも少し大きい円を記入し、適当に2点にマーキングします。マーキングできた各交点に四つ目切りで小穴を開けます。追従側側板はベアリングの抜け止め2つとベアリング中心に1つ、底板との組み合わせ用が2つです。追従側側板はこんな感じです。駆動側側板にも同様に小穴を開けていきます。底板との組み合わせ用が2つ、シンクロナスモーター主軸中心が1つ。底板は4箇所の小穴を開けます。すべて側板との組み合わせ用です。これらの小穴をポンチ代わりに穴開けをしていきます。
本格的な穴開けに先立ってボール板で下穴を開けます。追従側側板から始めます。 2.5 ミリのドリルで下穴を開けます。ベアリング抜け止め穴の2箇所は10ミリぐらいの深さで止めます。ベアリングの中心穴は側板を貫通させるので、ドリルを長く加え直してから穴開けします。こんな感じです。駆動側側板の下穴を開けます。シンクロナスモーター軸中心の下穴です。ここも貫通させます。2つの側板に共通の下穴、底板とのネジ止め用の穴を開けます。側板1つあたり2箇所、合計4箇所で深さは15ミリ前後です。底板の下穴を開けます。15ミリ程度の深さに開けておきます。側板との結合用なので4箇所です。穴開けの準備ができました。底板に穴開け加工していきます。使用ドリルは5ミリで下穴に沿って貫通穴を開けていきます。先ほどまでの下穴はこれらの穴開けの精度を上げ加工しやすくするための準備ですので、穴開け精度に自信のある方は一部のそのまま使う下穴を除いて下穴加工は不要です。5ミリの貫通穴が開いたらドリルを8ミリに変更。側板との結合に使うビスの頭が入る程度の深さにざぐります。今回ではドリルの刃が全体に当たったところから1ミリ程度です。底板の穴開け加工終了です。駆動側側板の穴開け加工をします。使用ドリルは17ミリで下穴に沿って貫通穴を開けます。買い物を敷いていないので出口が裂けますが、大きく裂けなければ問題ありません。裂けた針は切り取っておきます。シンクロナスモーター主軸株に 3D プリンターで印刷したスペーサーをはめ込み、穴開けできた駆動側側板に仮組みします。取り付け穴位置をシャープペンシルでマーキングします。マーキングできたらシンクロナスモーターとスペーサーを外します。マーキングの中心に四つ目切りで小穴を開けます。高精度が必要な場所ではないので、だいたい真ん中あたりなら大丈夫です。ドリルを 2.5 ミリに変更し、2箇所の小穴をガイドに10ミリ程度の深さに穴開けします。追従側側板の穴開け加工をします。使用ベアリングの外径が32ミリなので、それに合わせザグリドリルの32ミリをボール板に加えザグります。ザグリ深さはベアリングの幅よりも少し浅い 8.5 ミリです。仮組みするとこんな感じです。反対側も同じザグリドリルで同じ深さにザグります。仮組みして確認します。良さそうです。ベアリングのインナーレースに接触しない21ミリのドリルで貫通穴を開け、裂けた部分を切り取って穴開け加工は終了です。本体を組み立てます。追従側側板の抜け止め穴がある方にベアリングをはめ込み、トラスネジで抜け止めします。今ベアリングを組み込んだ面が内側になります。追従側側板の底板との接触面に木工用ボンドを塗布し、底板にはビス2本をセット。ベアリング取り付け済みの面を内側にし、
側板底面と底板単面の中心線で接着位置の確認をしながら組み合わせ、ビスを締め込み固定します。はみ出した接着剤は拭き取ります。追従側側板と底板の組み立てできました。続いて駆動側側板の底面に木工用ボンドを塗布します。底板には先ほどと同様にビスを2本セットし、駆動側側板のシンクロナスモーター取り付け穴がある方を外側に組み合わせます。重心がずれないように2本のビスを締め込みます。本体の組み立て完了です。駆動側を組み立てます。シンクロナスモーターの主軸下部に ABS スペーサーを取り付けます。はめ込むだけです。接着剤は使いません。シンクロナスモーター主軸の穴に 3mm の平行ピンを通します。3mm と 1mm の穴が開いている ABS 部品を平行ピンが穴に入るように主軸に取り付けます。ステンレスバネ線で作った駆動側ワイヤーを ABS 部品の 1mm 穴に取り付けます。3mm 穴だけが開いている ABS 部品をはめ込みます。平行ピンが穴に入るように組み立てます。長さ 27mm の 15mm カーボンパイプをかぶせるようにはめ込み ABS 部品を固定します。出来上がったシンクロナスモーター組を本体駆動側にはめ込み、トラスネジを2本締め込み固定します。駆動側の組み立て終了です。追従側を組み立てます。4mm 穴と 1mm 穴の開いた長い ABS 部品とフック状のワイヤーを組み立てます。 ABS 部品の 1mm 穴にワイヤーの 4mm 曲げ部分を差し込みます。ワイヤーがずれないように支えておき、短い方の 4mm の平行ピンを ABS 部品の 4mm 穴に組み立てます。4mm の平行ピンにスプリングの端を引っ掛けます。使用スプリングは線径 1mm、外径 8mm、長さ 76mm です。4mm 穴のみが開いた長い ABS 部品をかぶせるように組み込みます。こんな感じです。13mm 系長さ 88mm のカーボンパイプをスプリング側からかぶせるように組み立てます。4mm 穴が開いた短い ABS 部品に長い方の 4mm の平行ピンを組み立てます。この 4mm の平行ピンに 13mm のカーボンパイプから飛び出しているスプリングの端を引っ掛けておき、4mm 穴が開いた短い ABS 部品をかぶせるように組み立てます。フック側から長さ 104mm の 15mm 系カーボンパイプをかぶせていきます。ABS 部品の段付きまで確実に押し込みます。調整用クランプを準備します。 ABS 製のクランプ本体に 3mm のキャップスクリューをねじ込みます。このクランプすでにひび割れしています。あまり持ちそうにありません。壊れたら木製で作り直します。クランプをカーボンパイプに通し、キャップスクリューを軽く締めます。本体にベアリングをはめ込み、追従側組を差し込み、フィニッシングモーター完成です。動作確認します。大きめのルアー 150mm ほどのミノーをつけてみます。リアフックアイを追従側のフックに引っ掛け、ラインアイを S 字フックを介して駆動側に取り付けます。
クランプの位置を調整したら取り付け完了です。スイッチを入れると回転します。普通に動作するので、ルアーを 70mm のペンシルベイトに変更します。S 字フックは長いものに変更しています。先ほどと同様にアイを引っ掛け、クランプで調整して取り付けます。一旦調整できると、バネの伸縮で取り付け、取り外しができるようになります。もう一度取り付け、回してみます。回転方向はスイッチを何度かオンオフすることで変更することができます。希望の回転方向で回転するまでオンオフを繰り返します。コーティングを想定して筆で押さえてみます。想定通り筆で押さえてもぐらつきがあまり出ないのでコーティングはしやすそうです。 UV ライトの設置台はこんな感じで、バルサに貼ったアルミテープで紫外線を反射、下側にも照射できるようにしています。裏側はこんな感じで1番と2番のバルサを接着し、幅を広げたバルサ材に3番と4番の1決めダボのバルサ材を貼っています。リップレスクランク用のフックを準備し、試作品に試しコーティングします。試供品の UV レジンがなくなったので Amazon で安価な UV レジンを購入しました。ルアーの表面に適当にレジンを塗布し、シンクロナスモーターのスイッチを入れます。筆で適当に塗り伸ばし、ルアーの表面全体を UV レジンが覆うようにしていきます。塗りにくい部分はモーターを一旦止めて塗っていきます。ルアーの表面全体に UV レジンが塗布できたらドライヤーで加熱、 UV レジンの流動性を良くしてなじませます。あまりきれいにコーティングできていませんが、いいことにしておきます。 UV ライト設置台をセットし、 UV ライトを点灯、照射し、硬化させます。高加熱で気泡ができてしまうようです。今回使った UV レジン、パッケージには水溶性の記載がありますが、水には溶けませんでした。結局ラッカーシンナーを使って筆の洗浄をしました。 UV レジン、謎が多いです。今回もトップコートに使える結果は得られませんでした。今回の動画はここまでです。 UV レジンではうまくいきませんでしたが、エポキシでなら無難に使えると思います。面白かった、参考になったなどありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。